白い悪魔を倒した英雄 MS-06R サイコザク。 MS-06R サイコザクは漫画及び OVA 機動戦士ガンダムサンダーボルトに登場するモビルスーツであり、ジオン軍のリビングレッド師団に所属するダリル・ローレンツが登場する機体です。機動戦士ガンダムサンダーボルトは一年戦争末期から終戦後の世界を描いた作品で、アニメ版機動戦士ガンダムとはパラレルワールドとなる世界観で物語が進行していきます。今回はそんなサンダーボルトの世界に登場するサイコザク及び後に開発されるサイコザクマーク2について解説させていただきます。宇宙世紀007912月、一年戦争末期におけるジオン公国軍は開戦当初の勢いはすでになく、拠点はアバオア空を残すのみとなっていました。そんな中、ジオンにとってアバオア空への重要な補給路であるサンダーボルト中域を守るスナイパーモビルスーツ部隊リビングレッド師団の姿がありました。この物語はそんなサンダーボルト中域を奪還するべく、連邦軍がイオ・フレミングをはじめとしたムーア同胞団を派遣するところから始まります。ダリルはザク2に登場し、長距離砲撃用ビーム砲リッグガンを使用して連邦の行く手を阻んでいましたが、撃墜したジムに登場していたイオが宇宙服で近づき、仲間を殺して機体を奪いました。こうしてイオとダリルは運命の出会いを果たします。その後、ダリルは新型モビルスーツのテストを行っていきます。それがサイコザクとなります。俺はダリル・ローレンス少尉、お前をいつも狙っているぞ。イオ・フレミング少尉だ。ジャズが聞こえたら俺が来た合図だ。サイコザクの正式名称はリユースサイコデバイス装備高機動型ザクであり、名称が長いという理由で艦長がサイコザクと命名しました。リユースサイコデバイスとは、パイロットの脳神経の電気信号を直接機体に伝達させるもので、パイロットの思考によって直感的に機体を動作させることが可能となるので、訓練を大して行わずとも即座に操縦することが可能です。ただし、性能をフルに引き出すにはパイロットの意思を全て義手化することが必要不可欠となります。ダリルは物語開始時点で両足が義足であり、さらに戦火の中で左腕を失いましたが、ガンダムを率いる連邦軍に追い詰められ、苦境に立たされたリビングレッド師団に同行するリユースサイコデバイスの研究者 JJ セクストンは、ダリルに残された右腕を切断し、サイコザクを動かすよう提案をします。同じくリユースサイコデバイスの開発者カーラ・ミッチャム教授は反対しましたが、ダリルはその提案を受け入れ、手術を行うのでした。サイコザクは機体としては高機動型ザク2がベースになっています。高機動型ザク2は複数のタイプが存在しますが、本機は元となるタイプが明言されていません。しかし OVA 版ではビーム兵器を使用しているため、ビーム兵器搭載型とも呼ばれる R2 型と推察する意見も見受けられます。サイコザクは全身に多数のスラスター塔を配置しているほか、背部には全長を超える大きさのロケットブースターを有する大型バックパックを装備し、さらにそこに多数の武装を装備することで、機動力のみならず攻撃力の増強と継戦能力の延長が図られたハイエンド機に仕上がりました。なお OVA 版ではさらに大型のロケットブースターが追加されています。元来高機動型のモビルスーツは出力が大きい反面、継戦能力に乏しいという欠点を抱えますが、サイコザクは持久戦に対応できるように重装備を施し、さらにそれによって扱いにくくなるという欠点をリユースサイコデバイスによって無理やり解消するという形をとっています。サイコザクの武装としては漫画版と OVA 版で少し異なっています。まず漫画版ではマガジン式のザクバズーカを3機装備していますが、 OVA 版では廃止され、代わりにビームバズーカを装備しています。その他にはジャイアントバズとザクマシンガン、シュツルムファウスト3機、そして近距離用兵装としてヒートホークを装備しています。さらに各武装の予備マガジンも多数装備することで、一層継戦能力の向上が図られました。このようにまるでジオン系武装のバーゲンセールと言わんばかりに数々の武装が盛り込まれていますが、これらを難なく使用できるのもリユースサイコデバイスの恩恵となっています。劇中では短期で地球連邦軍のムーア同胞団艦隊に壊滅的な被害をもたらすという恐るべき戦果を残します。さらにイオが狩るフルアーマーガンダムと死闘を繰り広げ、フルアーマーガンダムを追い詰めて増加装甲をパージさせ、死闘の果てに
サイコザクを犠牲にしつつも撃破に成功しました。こうして地球連邦軍の象徴でもあるガンダムを撃破した衝撃は大きく、ダリル・ローレンツは白い悪魔を倒した英雄と称賛を集めることになりました。カーラ、すごい。君の作ったモビルスーツは俺の失った手足よりも自由だ。この戦いによってサイコザクは失われ、 JJ セクストンは行方不明となり、さらにリユースサイコデバイスの開発者であるカーラは仲間の死を目の当たりにしたことで精神崩壊してしまったので、リユースサイコデバイスの技術はジオンから失われました。しかし一年戦争終結の際に周辺地域のデブリの回収や犠牲者の供養を行っていた南洋同盟が偶然 JJ セクストンが乗る脱出ポッドを回収します。こうしてリユースサイコデバイスの技術は南洋同盟の手に渡り、サイコザク M2 の開発が進められることになります。一年戦争が終結して7ヶ月後、リユースサイコデバイスの開発情報を察知した地球連邦軍はそのデータの奪取・破壊を目的としたサンダーボルト作戦を決行し、アトラスガンダムを投入していました。一方でダリルはオーストラリアのジオン影響圏に降りており、英雄として慕われ仲間たちと過ごしていました。そんな中、ジオン残党軍は失われたリユースサイコデバイスのデータ奪取を目論み、サイコザクを追い求めて南洋同盟へダリルたちを送り込みます。こうしてダリルはアッガイに登場し、調査に繰り出しました。しかし調査を行う中でダリルは南洋同盟の指導者レバンフーの意思を知ります。そしてカーラを救いたいと考えるダリルは、カーラの記憶が戻ってもリユースサイコデバイスの研究のために軍に利用されるだけと考え、ジオンを裏切り南洋同盟に参加することを決意しました。こうして南洋同盟に参加したダリルが目にした機体がサイコザク M2 となります。サイコザク M2 は陸戦用であるザク 2J 型をベースにリユースサイコデバイスを組み込んで開発された機体となります。完成当初のサイコザク M2 試験機と呼ばれる試作1号機は装甲がついていないフレーム状態の機体であり、作中では機体性能はザク 2J 型と変わりないと言われています。またリユースサイコデバイスの開発者であるカーラが関与せず JJ セクストンが開発しており、ダリル以外と同調できない不完全な機体になってしまっています。しかし資料モビルスーツデザインマークスの設定上は最初のサイコザクと異なり、人間的な動きを可能とする可動範囲を持った機体とされており、作中ではゴッグズゴックアッガイの3機を相手に模擬戦を行い、まさかのヒートフォークのみで圧倒する様子が描かれており、さらにフレームのみにもかかわらずザクタンクの砲撃に耐えるという恐るべき耐久性を見せつけています。ただし驚異的な性能を発揮する反面、5分の模擬戦でフレームがガタガタになるという脆弱性をはらんだ機体となっています。こうしてダリルは記憶を取り戻したカーラと共に南洋同盟に協力し、サイコザク M2 はタール火山の製造工場内で調整が加えられていくことになります。一方、サイコザク製造工場を見つけ出した地球連邦軍は制圧作戦を立てます。こうしてアトラスガンダムを狩るイオとサイコザク M2 を狩るダリルという殺し合う運命の2人は再び宿命の対決を繰り広げていくことになるのでした。サイコザク M2 は戦争の元凶を止めることを目的とするレバンフーがある作戦を想定して改良した完全体32機を製造し、フレーム状態のまま宇宙へと送り出しました。一方でタール火山ではダリルが登場する1号機と別にカーラの指示で調整を加えられた完全体となる2号機が製造されました。この2号機は1号機と異なり、フレームに改良が加えられたのでサイコザクの驚異的な運動能力に耐えることが可能です。作中ではアトラスガンダムの猛攻の中、1号機を破壊されたダリルは仲間たちの犠牲を払いつつもなんとか2号機に登場するのでした。なお2号機に登場したダリルはヒートフォーク2本のみで強襲揚陸艦スパルタンを落とすという恐るべき活躍を見せつけています。その後ダリルは宇宙へ上がりますが、サイコザク M2 は地上用だったので宇宙用装備に換装する必要がありました。そこでクライバー将軍の宇宙要塞で試作モビルスーツガンダムを入手。こうしてサイコザク M2 の内装に入手したガンダムの外装を取り付けて完成したのがパーフェクトガンダムとなります。走行強度は 200% 増加し、推力は 150% 上昇しました。武装は
ガンダム同様の頭部バルカン砲とビームサーベルを持ちます。ニュータイプとして覚醒したダリルはパーフェクトガンダムに登場し、さらに連邦軍に接収されていたモビルアーマーブラウブロを強奪し、戦いに向かうことになるのです。余談ですが、機動戦士ガンダムサンダーボルトはパラレルワールドとして描かれている作品なので、生死とは異なる描写が多々見受けられます。しかし、だからこそできる大胆な世界観と大胆な展開も魅力の一つとなっています。宇宙世紀作品を見てきた誰もが知っているはずのモビルスーツたちが、誰もが知らない予想外の展開で登場し、鬼気迫る戦いぶりを見せつけていく、そんなオリジナリティ全開の本作は、現在、クライマックスを見せており、ファーストガンダムのオマージュが多く見られつつも、度肝を抜く展開になっています。機動戦士ガンダムサンダーボルト、未読の方は、ぜひ、一度ご覧になってはいかがでしょうか。飛べガンダム。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。